こんにちは。マシン原田の部屋へようこそ。もうなんと10回目のゲストを迎えます。どうぞ。イエイ。たけしだは。たけしです。今日この場所は、神戸の元町にあるジャックポットダンスファクトリー神戸校にお邪魔しております。たけしここで教えてるんですよね。そうです。レッスンさせてもらってます。毎週月曜日の夜の8時半から10時までロッキンをメインで教えさせてもらってます。ぜひよければ遊びに来てください。憧れを実現するジャックポット。世界で活躍する関西の講師陣が集結。小さいお子様から大人まで幅広く受講可能。ぜひ体験お待ちしております。感染症対策でね、ここパーテーションやってます。やってお話ししますんで、本当によろしくお願いします。ではまず自己紹介からお願いします。はい、バスタジャックブギーローファットミルクティーパックのチームで活動させてもらってます。今年で40歳、たけしでございます。お願いします。もう40か。40です。趣味はカメラにハマってまして。なるほど。どっち？写真もちょいちょいやりますし、映像の方がやっぱり好きで、なるほど。結構撮ること多いんですけど、この 4,5 年ですかね。それダンスを撮ってるの？ダンス撮ることがやっぱり多いですね。こういう制作するのが結構もともと好きで、曲編とか、編集するのめっちゃ好きなんで、なるほど。自分でやらなきゃいつまへんタイプなんで、物事をこうクリエイティブするっていうのは結構好きで、結局やっぱカメラやってもその映像編集するのも好きで、踊りと一緒で時間忘れちゃうんです。気ぃ付いたら5、6時間経ってるとかもうザラにあるんで。踊りはまだな、実際体も疲れてくる。あ、そうです。でも編集はそうです。もう部屋にこもってモニターの前におったらもうあっという間に時間終わりやん。あれダメ。時間決めてやらんと。しかもあれ映像編集って終わりないんですよ。この中で完成って決めへんかったらそうやな、終わらないんで。凝ろうと思ったらもうどこまでもいけるもんな。なんかそれもあってなんかハマっちゃってますね。好きな食べ物？鶏肉関係、みんなでご飯食べに行くとか、必ず唐揚げは食べる。もう言わんくてもみんな唐揚げ勝手に頼んでくれるレベルで、鶏肉めっちゃ大好きです。俺ももうチキン部っていうやつ作ってチキンを食べたら報告するっていうのを昔言われていや、原田さんの方が好きかもしれない。現在のダンス活動は基本的には平日はダンスレッスンをやらせてもらって、週に何本ぐらい？今は6本7本ぐらいそんなもんない？やってます。昔は10何本とかやってます。そうやな。週末はイベントショーケースでバトルのジャッジやったりとかをやらせてもらうって感じですかね。舞台制作ブリーズっていう、舞台もやらせてもらったりとか、外部から舞台のパーマで出させてもらう。リングとかね。そうです。地下ジェルのやってる舞台、あの子すごい舞台制作もやってて、自分のイベントの運営もやってて、アパレルブランドバリアスっていう、いろんなものに携わらせてもらって、日々楽しめるっていう感じですね。神戸生まれ神戸育ち？そうです。地元この辺なの？須磨で生まれまして、で育ち、もうずっと生涯神戸で。なるほど。ダンス始めたのも神戸やし、神戸に関わるっていうところに対してなんか自分は大事にして生きてきてなっていうのがあって。まずダンスを始めたきっかけって何なの？高校3年生の時ですかね。僕もともと高校では部活やっててサッカー部やったんです。サッカー部やってた。一応引退するまではサッカー結構熱注いでやってて、やっぱり部活引退した時って燃え尽きるというか、もう何したいか分からへん。高校生ながらその音楽聴きにとかでクラブに行くこともあって、そこで結構ダンスに触れることもあったんですけど、で高校の友達と遊びに行くっていうのがちょいちょいあって、でその一人がそのブレイクダンスを始めてて、でその子に踊りをブレイクダンス最初教わってとか。ブレイキンから始まったんや。そうです。最初そうです。すげえ意外。その当時クラブ何個か神戸にもあったんですけど、それ遊びに行ってて、でダンスやってる人も結構ちょいちょいいてたんで、その人らのダンスを見て、僕が声かけて、どこで練習してはるんですか、教えてもらっていいですかみたいな
人見知りの僕が勇気出してもうめっちゃかっこええと思ってな。いやめちゃめちゃかっこよかって、その当初多分僕らの世代で言ったらテレビ番組「レイブ2001」は僕も見てたんで、はいはい。もう毎週録画して振り付け覚えるみたいな、なるほど。コマ送りしてこう。そのどのジャンルに関わらずっていう。そうです。でもやっぱロックは好きでしたね。ロックのジャンルを結構やっぱ録画して自然と見るようになって、録画したやつをコマ送りして、一時停止ボタン連打して、でルーティン覚えて、で地元の中学校潜入して、窓で自分の姿を映る、一人で練習する、帰るみたいなのを続けてたんですけど、なるほど。でやっぱロックは好きやって、その先輩らにクラブで出会って、でそっからそのストリートでロックをちゃんと教わるっていうのが初めて。学校終わって毎日行って練習させてもらってて、でロックはこんな感じやでっていうのを何年か通ってて、その人らがある時に、俺ら心斎橋でレッスン通ってんねんっていうのを教えてもらって、俺はレイさんっていう師匠がいてて、その人らのところレッスン行ってんねんけど「お前も行くか?」で声かけてもらって、その人らと出会ったのがほんまに奇跡っていうか。それは誰なん？踊りはやってないんですけど、ペッサンっていうピーコさんと同世代の人なんですけど、港川の方で小藤っていう食堂やったの年に1回商店街のお祭りがあるんですけど、いまだに毎年僕ら呼んでもらって、もう小藤のペッサンがイベントも運営してて、毎年僕とピーコさんと久江3人で呼んでもらって「よかったら出てくれへんか」言って素晴らしい関係つながらせてもらってるっていう。でもその人はほんまになんかきっかけをくれた人ですね。僕でも最初言われた時にレイさんの存在僕知らなくて、僕レイさんの女の人だと思ってたんですよ。で最初のレッスンは絶対に踊ったらダメなんです。あ、そうなん。レッスンやのに。いやもう見学っていうか、2時間3時間ぐらいその時当たったんですけど、もう座ってるだけで、その当時そのレッスン受けてた人らが僕の先輩、ベージ君とかそうですし、ファンキームーブとか、スリオリミット、でヒルティとかリムとかもいた。やっぱ目についたのが僕レイブ2001見てたんでヒルティがおるっていう、ヒルティレッスンっておるマジでレイさんとかじゃなくてもヒルティおるのにびっくりして、そのレッスン2時間見学するのまあしんどすぎて、こんなん人間やしこんなんなってたんですよ。うわ最悪やマジで最悪やそれ。こんな終わったら神戸から連れてもらえる先輩が「ちょっと竹ちゃん来てレイさん呼んでるわ」ってなって初対面のレイさんバチバチ怒られて「そりゃそうやろお前誰や!」ってめっちゃ怒られて「たけしって言います」みたいな。でそっからもうめちゃめちゃ怒られたんですけど「お前踊り好きなんか?」「ロック好きやんか?」「ロック好きです」「好きやから来てるんです」みたいな感じで「お前好きなんやったらお前馬なりたいやろ」って言って「馬なりたいんやったらまず休まんと1年を通う」でその当時毎週日曜日の夜やったんですよ。ああそうなんや。もうね10代の日曜日って遊び盛りっていうか毎週どこ行こうみたいな感じだったんですけど、もうそのレイさんに馬慣れてやったらここ絶対通えみたいな言われてパーンって自分もスイッチ入ってしまって、なんかこの人に認められたっていうのをなんかほんまにこうスッと入ってきて、そっから僕も3年ぐらい日曜日のレッスン1回も休まんと。おおすごいな。もう全く休む気なく、それももうストリートでやり始めた感覚と一緒で、この人に教わりたいとか、もう吸収したいなっていう、もちろんレイさんが日本のロックシーンのこういう人やっていうのを分かった上で踊ることになるんですけど、その人に認めてもらいたいっていう一心で気ぃ付いたらのめり込んでましたね。なるほど、最初のきっかけは誰か知らへんかったっていうところから始まるんですけど、出会って、ね、20年ぐらいずっともうレイさんの下でやらせてもらってるっていうのはすごい自分にとってはこうありがたいなっていうのを、レッスンとして行ってたのはもうずっとピーコさん、レイさんの2人のレッスンはずっともうそのためだけに働いてた。チームとかもなかったやろ？なかったです。僕ら自分らでチームやろうやみたいなのも全然なくて、レイさんにお前とお前とお前、今日からチームやれみたいな。バストもレイさんが不明あのメンバーじゃあみんなレイさんのレッスン全員レイさんの下です。
あ、そうなんだ。そうですレイジ君らはスリオリミットはいやってて、僕はウエスト・フォー・ブラザーズっていうチーム組んで、ディライトチャレンジとかしてて、結果には結びつかへんかって、ちょっとこう一回休憩しようか、チームとしては。ってなって3オンもジャパンとかは出てたけど、ちょっとこう休憩しようかみたいな同タイミングになった時に、レイさんが「お前ら全員一緒にやる」ああ、そういうことな。最初僕断ってたんですよ、ちょっと自分と向き合いたい、ソロちょっと頑張って、ちょっと突き詰めてやろうかなみたいなタイミングなんでみたいなのをやってたんですけど、いやもう俺見えたからいやお前そんなん言わんでやるいや嫌です23回そのくだりがあって、いや1回やってくれ、もうレイさんにお願いされて1回やってもうあかんかったらもうやめていいから1回やってみ、もう分かりましたってなって、ディライトの予選名古屋大会出させてもらって、もうポーンと通ってもほらな。ほらな、ほんまにそうです。ほらな、俺見えててすごいな。レオさんすごいな。もう愛を持って、お前もっとこういう風にしたら良くなるから、俺が面倒見たるから頑張れってこう常に背中を押してくれる人。素晴らしいね。当初もすごかったですよ。熱量。今70歳やもんな。今年70歳ですね。はい。1月で70になられて。でもめちゃくちゃ動かはるやん。動きすぎやろっていうぐらい。その驚愕エピソードとかなんか。私フックアップ僕出だしたぐらいの時から2005、6年とかやったと思うんですけど、一回レイさん見に来はったんですよ。びっくりしてレイさんがバトル見に来るとかありえへんなと思ってたんですけど、見に来てくれてセコンドみたいな感じになって、レイさんファミリーもうわーほんまこんな感じで「お前らな」って「今から予選やけどお前らこういう風にやるな」バトル勝ち進むにつれて、僕その時多分決勝まで行かしてもらったんですけど、そう言われすぎて僕嫌なって思って、そうやろうな。決勝でちょけるっていうちょけて負けるっていうレイさんに関してはブチギレエピソードを僕やってしまって負けたんですよ。だからもうフックアップの受付前でみんなイベントで帰るじゃないですか。レイさんもバーンそう僕も帰ろうかなって挨拶しようかなって言ったら、そうみんな帰ってるのに一人土下座させられてその次の週のレッスンでもうレイさんめちゃめちゃ腹立ったんでしょうね。今からもうバトルレッスン中っすよ俺がもうジャッジやって今から俺オーディションするからお前ら一人ずつ踊る全員僕の方チラチラ見るんですよ。いやお前のせいや完全にそうやな今から俺がもう見るから一人ずつ出てこいってもう指名されるんですよ。はいお前もう怖すぎるこんな環境でいいダンスできるわけないのにでも踊らないレイさんやし、うわーってな時に一人の先輩がその指名される前ぐらいに「お前行けよ」っていう次の出番ぐらいの時にってなりだして「何しようかな」パッてもう太陽の鼻血をマジで緊張がもう多分最高潮にいたでしょ。鼻血出しながらレイさんの前で踊るっていううわーマジでやばすぎるな。わけわからん環境やな。やばいな。地獄エンドやぐらいでも熱量がすごかった。もうなんかこうごまかしが効かへん関係だった。なるほど。レイさんずっと踊りで嘘ついてたらただ怖いだけじゃないもんな。ちゃんとやってくれて、そうですめちゃくちゃ愛を持ってやってくれてるもちろんなんかわかるから、全部見透かされてるんですよ。それは鼻血も出るわっていうもう驚愕でしたね。バスターはジャパンダンス時代優勝するために発足されたチームですね。それがあって変に感覚研ぎ澄まされてしまうんです。ありますね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。僕の方もプリゼンツの YouTube チャンネル持ってますのでぜひ皆さん、ご覧ください。お願いします。